どうもこんにちはです。今回なんですけどもですね、関西で購入したカードを紹介したいと思います。はいでか俺も思った今京都、兵庫、滋賀、三重、奈良、和歌山と大阪以外はねちょっと回らせていただいて、もうすごくね関西の方もですね盛り上がっておりまして、盛り上がってます。カードをですねなんとねたくさん購入させていただきました。というところでシングルの量で言ったら多分最大ですね。大阪のオープンイベントも終わってやっとね、東京の方に帰ってきてねこういう風に撮らせていただいてるんですけど、なんか俺らの動画を見て旧アとか古いカードを好きになりましたっていう人がめっちゃ多いね。多いですね。でしかも言い方あれなんだけど、今までオリパ引いてましたみたいな人たちがいやもう古いカード好きになっちゃってみたいな、コレクションして買ってますみたいな、ニンニンさんオリパやんないんですかなんて言われちゃったんだけど、うちはまあほとんどやんないんですよみたいな感じで、まあ古いカードのオリパとかやるかもしれないけどね。いいっすね。でもそういわゆるこの富裕層っていう層がなんとねニンニンの動画を見てねポケが好きになってコレクションで買ってくださってるっていうのがいいことだからね。そうですね。でしかもこの動画で知ってくれてみたいなところがあるんで、今回はですねこういったねちょっと珍しいプロもちょっと結構優しくね解説していこうと思う。何がね難しいかっていうと値段設定だったり購入金額なわけよ。このレックーザに関してはそもそも1000枚しか出回ってないって言われてるの。1000枚ちょっと後でそれも価格説明するんだけど、そういったものの傷代わりカードってもはやいいねの世界じゃん。そういったのが欲しい時にどんなのを買えばいいんだろうみたいな、もしかしたらなんかその例えばさメルカリとかさヤフオクとかで買ったりもするわけじゃん、物がないからね。まあそうですね。ってなった時にあれこれ高いのかな安いのかって分かんないでしょ。今の相場を含めてちょっとここら辺はね解説していきたいと思います。それは楽しみ。はい、まずねちょっとね冒頭で説明したレックザ EX とねこのカードトレーナー20種についてねちょっと解説していきたいと思うんですけど、こっちなんですけどグランパーティーっていうね、このパーティーに参加してチャレンジパスポートの記録によりあなたが50人のライバルと対戦したことが証明されました。そこであなたのポケモンカード公式カードトレーナーとして認定しますって書いてあるんですよ。でこれ当時のそのグランパーティーっていうのに50人以上対戦した人がもらえたっていう、これはキューラのカードですね。今で言うとプロモ枠っていうところに入ると思う。で昔はそのプロモ表記っていうのがあんまりなかったんですよ。でキューラの場合はね基本的にはこのグランパーティーって書いてあるでしょ、記念カードみたいな、こっち側に書いてあったりとかこっち側に書いてあったりとかで、他にもなんか同じカードなんだけど記載があったり記載がなかったりみたいな、当時イラストコンテストとか結構開催されてて子供たちがさこうやって描いた絵がポケモンカードになってたのね。アルセウスとかよく有名なやつあると思うんだけど映画のエンドロールに載ったりしてるのよ。でそれがカードになってるみたいなのがあったりして、そういうのだとここにイラストコンテストとかいろいろ書いてたりするの。それがなんかね結構細かくやってて普通に開催されてる場合もあるわけよ。そういう検証みたいなんじゃなくて、で結構それがなんかコロコロのプロモにと同じ絵になったりとか、結構キューラはですね同じ絵なんだけどこれプロモこれプロモじゃないみたいなのがあるんで、それもね今後解説できたらと思うんですけど、それはねあんまり値段が分かれてないんだけど実はこれプロモなんだよみたいな。カビゴンとかね有名で言うとキューラのこういう木に寝てるようなカビゴンっていうのがあるんだけど、片が拡張シートだったりみたいな感じで3種類ぐらいあったりするんだよね。キューラって同じ絵でこれは1枚しかない。なんでここで見分けられます。でちょっと俺気づかなかったんだけどさ、このグランパーティーって書いてあるけどさ確実にこのロゴグランドって書いてあるんだよねこれどっちなのっていう、結構調べたんだけどちょっとこれごめんなさい僕の知識不足かもしれないんだけど、ネットだとグランパーティーってなってるのね。グランドを発音よく言ったみたいなD 読みませんみたいな、キューラの七不思議に入るわこれはちなみに当時のそのグランドパーティーのロゴがカードになってるってやつ。早速状態を見ていく。こんな感じで価格は6万6000円です。表面の傷はね少ないように見える。結構かなり良好な状態ではある気がするっすね。だいぶ擦れ傷とかはないみたいです。でカードトレーナー認定書で擦れ傷ないカードってあんまりないんだよね。当時これだってプレイで使えないカードだったからスリーブに入れるっていう概念がないわけよほぼ。だからもらったら飾るとか、だから湿度でやられてたりとか日焼けでやられちゃったりとかしてるわけね。これ系のカードって結構コアなファンの人しか持ってなかったから。まあファイリングしてるっていうのもあるけどなかなか綺麗なことが出てこないです。で大体今 PSA10 の相場がそうだな、まあほんと最終取引でまあ30から40とかそんなもん。9ってなるとまあ、例えば10万とか15万とかそんな感じになってくると思う。ただこれに関しては海外人気が非常に強いカードで海外の相場の方が基本的に安定してる。まあでもすごく珍しいカードですね。ここのじゃあ6万円の減額っていうのがねここの左上のここなんですよ。ちょっと曲がってるとこね、ここが
減額の対象になってます。こんなちょっとの曲がりでこんな綺麗なカードそんな値段になるのかって思うかもしれないけど、なっちゃうんだよね。これがそのコレクションの世界なんですよ。だから例えば本当これ満額さ50万だなんだ PSA 点でなってたらするじゃん。だからこの1個の俺があるだけで一気に40万とか落ちるわけよ。90% 減みたいな。でも本当にこれ系の高いカードはもし買う時があったらちょっとの傷でも気にした方がいいです。気にした方がいいっていうのは、うわこれかって言ってなんか買わないっていう気にしの仕方じゃなくて、金額ね、この傷でこのダメージだったら買える買えないっていうのを結構ちゃんと見極めないと高額カードっていうのは難しいので、これはまあ6万6千円なんで、ただねここのダメージが結構強めに入ってるんで、まあ、僕の中では妥当かなっていう感じです。まあ結構ちゃんと置いててくれてて、売れる値段で置いてくれてるって感じ。6万6千円はこれが例えば9万とか8万とか12万とかつけるお店も全然あると思う。だからこれはすごくねいい買い物ってこと。こんな感じで例えばこの高額カードを買う時は、これが例えば12万で置いてるお店もあるのよ。普通にちょっとさこうダメージがあるだけで他は綺麗だから、相場で言ったら買い取りでじゃあ30万40万出てるから12万とか20万つくかなみたいな感じでお店があるんだけど、そういうお店ではなるべく買わないように気をつけてください。相場が分かってないっていう感じ。そうだからこういったちょっとしたダメージでもこういう急落っていうのはね非常にね値段が下がってしまうところですね。デリケートです、デリケート。次このレックザ EX じゃあちょっと見ていこうか。これはですねオリジナルスーパーレアカードゲットキャンペーンっていうので、当時ねリューズブラスト、リューノブレイド、サンドラデッキ、ガブリアスデッキ30、これの拡張パックのドラゴンセレクションのどれかを買った人が応募できたってやつ、バーコードで。これが、未開封になってて、ギラティナとレックーザが両面に入って幸せで入ってんだよね。あれ昔はこう例えばさ2枚入ってたとしたらさ、勝利のメダルで言うとさこうやって入ったのね、未開封って。こうやって。でもねこれに関してはこうやって入ったらしい。でちなみに未開封の値段約200万円です。やばっ。こちら家から出てきた人ぜひ売ってください。もう大プロも俺見たことない。ネットの通販で1回売られてるの見たことある。マジか。それも売れてるもん、とっくに200万。すげえ。だからその検証だからね、当たった人が1000人いたら1000枚あるし、当たった人が1000枚いなければ1000ないって感じ。 EX の SR って傷ちょっとでもあったらめちゃくちゃ減額入るのね。例えばこのレックーザはプロモだからいいんだけど、こっちのさ例えばこういう系の BWXY のまあここら辺の時代のカードってちょっとしたスレでもう半額とかになるのね。こいつに関しては結構無敵状態。もうこいつは傷あっても欲しいっていう人が非常に多い。特にレックーザはの方が珍しいんよ、ギラティナより。あ、そうなんですね。なんでこのレックーザはね非常にレアです。関西でさ俺ら2回見たよね。ありましたありました。そう超珍しいと思って。これはですね僕がね買った理由としてはもうほんと好きで買っちゃったんだけど、シンプルに表のスレが少ない。見たら分かるでしょ。表のスレが非常に少ないんですよ。どう？いやーこれは欲しいよね。これ裏面は結構擦れてる。これ置いた方が分かりやすいかな。ちょっと拡大してみてほしいんだけど、裏面はね結構ね周りが綺麗なようで擦れてる。ただ折れてないんだよね。まあほぼ擦れが入ってますね。いやでもさめちゃくちゃかっこいいっしょ。でこれの値段に関してはですね、15万円というのは15万4千円なんですけど、ちょい高ぐらいかな。でも1000枚でこのカードってもうほぼ相場がないんで何とも言えないよね。これねちょっとね気になるけどね、これどうなんだろうね。なんかいやちょっと俺もう分かんなくてさ、なんかさワンチャンこれ買い取り出してみた企画おもろいなと思って今パッと。みんないくらで買うんだろうね。調べてみようかな。レックーザ EX の、ね、現在の買い取りもちろんねメルカリとかにはほぼねないと思うんだよね。今メルカリにはセットで約40万円、24万円のやつ1枚だけかな。これとちょっと比較してみると BW のなるほど、多分お店さんが出してるやつですね。これかなり枚数が少ないんで流通がほぼないです。これどうするか聞いてみようか。いくら買い取り出たのかっていうのちょっとやってみる。確かに面白いかも。いろんな店舗比較してみる。それ面白いかもしれないですね。そう俺がやっていいのかっていう話して。そっか。というわけでねこちらのレックーザなんですけども、さっきも説明した感じなんですけど、だから抽選1000名では当たってると。なんであとはもうどれぐらいその裏流通があるかってところだね。2012年5月7日約12年前のカードになります。1枚のハガキで2口まで
応募できたらしいです。今こんなのあったら応募大殺到よな。超かっこいいよこれ。確かにその時代そういうの多かったな。いや俺これさ、うち2年お店やってるじゃんキャバレで。はい。ギラティナの買い取りは2回来た。レックに関しては1回来たか来てないからマジか。今普通にちょろろんって見てるけど、めちゃくちゃ珍しいっす。俺がだから15万で買う理由、もう高くても買っちゃうのはもう出会いがないんで、ちょっと買いましたね。これはちょっとこれは特殊なんだけど、あまりにも珍しいから、この周りの家系、俺はもうね、折れてなければ買っちゃえみたいな精神で買いました。これはなんで本当にコレクターやってる方とか、今後これレックーザ EX とかこういった珍しいとこ欲しい人はもう見かけたら買うっていうのはいいと思うよ。これに関してはね、流通が少なすぎて参考資料がないのね。ほぼ未開封とかもさ、例えばもう400万で売れたら400万になっちゃうわけよ、はい、200万で売れたものでもこういった本当にもう流通が1000とか1000切ってるようなカードはもう見つけたら買う。お金余裕ある人はね。であるあるなのがさ、こう欲しいなと思ってショーケースに並んでてさ、高くてさお金貯めてる間になくなっちゃったりとかさ、あー珍しいからありえる。眺めてたらさってなっちゃうわけよ。ただね、俺の中では買い取りこれ多分10出たら強いと思う。多分だけど、ただ頑張ってお店さんで12とか13とかそんなもんだと思うな。やっぱりどうしてもね傷がある。それ以上で買っちゃうとね、お店ってやっぱりさ買ったもの売らなきゃいけないから、はい、例えばこれをじゃあ10万で買って11万で買った売ったらさ、もう赤字なんよ正直。みんなからすると1万円さって思うかもしれないけど、10万円をもっと10万円でさこう頑張ればさ細かく買ったりしたらさ売上的に上げられるわけじゃん。10万円で買ったらさ 20% ぐらいはさ最低ないと、人件費とか光熱費とかいろいろ含めて12万とか13万で売らないといけないわけよ。ってなるとすごくね薄利なのよ、利益率も。なんでこういったカードはねあんまりね持ちたがらないお店の方が多いんで、だって10万円ロックされちゃうわけだから、簡単に言うと。まあそうっすよね。俺はそんなに強く出ないんじゃないかなと思ってる。だからこういうのを例えばじゃあオリパとかに入れて回せるようなお店は多分結構強めにつけるかもしれないね。目玉として。ただ目玉にしては傷があると。ああなるほど。そうだから難しいんよすごく、お店としてはこういう高額カードを買うっていうのは。本当に欲しい人と出会いがないと売れづらいカードなのかなっていう。超コレクション的カード。そうだね。だからどっちかっていうと EC とかネットの方が売れやすいんじゃないかな、こういうのって。みんなネットで探すと思うんで、まあ全然19万とかでももしかしたら売れるかもしれない。ただ状態見えないですからね。というわけでちょっとね、今回はこのレックーザとねカードトレーナー認定証の説明をさせていただきましたというわけで、こちら動画でもね買ってるんで、よかったら動画の方も見てくれればと思います。思ったら18分ぐらいちょっと話してたんで、ちょっとこちら後編で紹介していこう。はい、ちょっと紹介動画ということで、こちらね珍しい2までやったんで、こちらねちょっとしっかりと紹介させていただきました。さらにですね、買った化粧ルのメダルとかね、ここのね Mac Pro のブラッキーですね、あとウだったり、こちらのね前期のね修正版のこれもめちゃくちゃ珍しいですとかね、ちょっと紹介していきたいと思うんで、こちらの動画もよかったら見ていただければと思います。ちょっと長めにいったんで後編に続くということで、はい、ご視聴ありがとうございました。いいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。すごい、この2枚で20分語れた長かった。いやでもねすごくねいいカード買えた、大好き。俺このレックーザ、こっちもね認定証も大好きです。もうずーっと集めてるカード。こちらはねもうね相場ほぼ変わんないんで、昔と1万円で買えた時期もあるけどね、2年前とか。はい、というわけでじゃあまた後編に続くということで、はい、チェックしてください。ありがとうございました。